どうもどうもナーピーです。今日はこちらのキーホルダーをフレームに飾ろうと思います。これは何かというと、2008年、もうそんなに前になるのかと思うんですけど、ディズニーシーでバレンタインナイトをやっていて、それの日替わりでもらえる配布物だったんです。私が行った時はドナルドをもらって、それ以外はメルカリで買っちゃいました。ちょっと何年かそのままにしてありました。こっちは2009年のバレンタインナイトの配布物ですね。キーホルダーをたくさん飾りたい方の参考になると思いますので、どうぞご覧ください。ざっとした使うものの説明です。100均のセリアで買ったフレーム、自分の飾るものに合わせて枚数用意してください。貼り合わせるのでここが平らなのがいいです。それから蝶つがい、これも100均のセリアで買いました。6個入りなんですけど2つあれば大丈夫です。留め具、これはホームセンターで買いました。できるだけ小さいもので、私が使ってるのは幅3センチで高さが19ミリ。これはビバホームで買いました。チャームを留めるのにこのビーズ細工用のパーツを使ってます。こんな先側になってます。これが9ピンと、これが丸カン。これちょっと小さすぎるのでもっと大きい方が使いやすいです。とこれはカニカン。これも大きさいろいろあると思いますので好きなサイズでいいです。あと道具はこの丸カンを開けるのに、これもビーズ細工用のところに売ってると思います。指抜きとラジオペンチと目打ち、ドライバー、ボンドと両面テープ、あと背面に布を貼るならお好みの布とか画用紙とか用意するといいと思います。背面になるものは留め具そのままでいいんですけど、それ以外のフレームはこの留め具を取ってしまいます。こうして重ねてこういう感じのフレームになります。一番高さのあるものを入れて、付属の透明のプラ板は蓋になるここに両面テープで貼り付けちゃうので、これも一応置いてみて当たらないかどうか確認して、当たるようだったらここにもう1枚フレームを貼って奥行きを出せばいいだけです。今回のは3枚で済みそうです。それでどうやって飾ろうか。とりあえずミッキーは真ん中でしょう。ミニーはその隣で、あとドナルドもミッキーの隣にしようかな。主人と一緒に行ったのでドナルドが2つあるんですけど、これも並べて入れちゃおうと。このチェーンをこのままつけるとちょっと邪魔なので、これを取り替えます。これがビーズ細工用の指抜き、あとラジオペンチ、これを使ってこの丸カンをこうやって開け閉めします。横にビッて広げるんじゃなくて前後にこう広げる感じですね。ちょっと私の丸カンが小さすぎたな。でもこれしか持ってないからわざわざ買うまでもないから、これでなんとかしのぎます。こんな感じです。これで付け替えられました。私の使ったこの丸カン小さすぎたんで、本当はもっと100均とかでもこれぐらい大きいの売ってたりしたので、こういう方が使いやすいかもしれません。昔のディズニーはこうやって配布物とかがあったんですよ。今配布っつってもわからないと思うんですけど、なんかの日っていう時に行くとそれにちなんだものをもらえたりしてたんです。
これで全部金具付け替えました。ボールチェーンなくなると結構すっきりするので、私はこうして飾る方が好きです。色塗りをします。この背面になるフレームはここが汚れるのが嫌なのでマスキングテープ貼っちゃいます。アクリル絵の具で色を塗ります。好きな色を塗ればいいと思うんですけど、私はいつも白いフレームにしちゃってるので今回も白にします。この絵の具は2度塗りすると綺麗になるので、乾いたらもう1回塗ります。あと2枚分も同じように塗ります。フレームが乾いたらマスキングテープ剥がします。これとこれを貼り合わせます。ボンドと両面テープと両方使うと押さえてなくていいので楽です。蓋になる部分には付属のプラ板を貼ります。両面テープで貼っちゃいます。細い両面テープでできればいいんですけど、私持ってないのでちっちゃく切って貼ります。あとここの穴がこう蓋を開けた時に見えちゃうので、気になる方はこのティッシュで簡単に埋められます。色を塗る前に本当はやった方が良かったんですけど、そんなに蓋を開け閉めあんまりしないのでやらなくていいかと思って今回やらなかったんですけど、じゃあこんな感じにボンドを注いで細く切ったティッシュをここに埋めていきます。そうすると簡単に埋めることができます。こんな感じです。マスキングテープで留めて、ここに蝶番をつけていきます。つける位置は適当で、私はこの端から3センチあたりのとこにつけます。今度反対側は留め具つけます。
これで開閉できます。今回背面に使う布はこれを使おうと思います。これは合皮になるのかな。こんな感じでガーゼっぽい生地にビニールでこんなになってます。これを持ってたのでこれを使おうと思います。シワが入ってるのは嫌なのでないところを背面の段ボールよりちょっと一回り大きく切ればいいだけです。これを段ボールに貼っちゃってもいいんですけど、ちょっと画用紙に私は貼ろうと思います。方眼用紙がいつも便利なので使ってます。方眼に合わせてチャームをつけるピンを刺せるので、真ん中が分かるような位置で方眼用紙取ると便利です。ここが真ん中なので、この左右をここだけ同じ寸法にすれば真ん中が取れます。この上下はいい感じのところに真ん中の太線が来なかったんですけど、印だけつけときます。こんな感じに、ここは一応真ん中の線使うかわかんないんですけど、一応こんな感じに取りました。それにこれを貼ります。チャームをつけるためのピンを作ります。ビーズ細工用のQピンにまた丸カンをつけます。別にQピンここ輪になってるので、ここに直接これをチャームを引っ掛けてもいいんですけど、ちょっとこの輪が小さすぎて入らないこともあるので丸カンもつけます。留め具の付け方はもう自由で大丈夫です。このカニカンでつけると取り外しができるだけなので、取り外さないんであればもう直接Qピンここにつけちゃってもありです。丸カンを開いて、それでQピンを引っ掛けます。で閉じる。閉じたら今度Qピンを直角に曲げときます。こんな感じ。そうするとこうやってチャームをここに引っ掛けることができるので、こうしてます。ちょっとこれまた丸カンが小さすぎちゃうんですけどそれを必要な本数作ります。そうしたら今度最初に考えていた配置の反転した状態でこれを置いていきます。その時この方眼を使って当たりをつけていくと楽です。これで当たりがついたので、この印通りに目打ちで穴を開けてこのピンをつけていきます。
マスキングテープでつけます。このチョコの裏側に文字が書いてあったので、ドナルド2つにしないで1個だけひっくり返してつけようと思います。こんな感じ。かわいい、美味しそう。これでこの最後に付属のプラバンをつけます。はい、完成しました。ちょっと動画だとこれ反射しちゃうので一回撮ります。これで完成でもいいんですけど、せっかくお菓子なのでこのレースペーパーちょっと貼ってみようかなと思います。これもなんか100均で多分買ったやつですね。嫌になって剥がすかもしれないんでマスキングテープで貼ります。はい、できました。こんな感じに好きなチャームを飾ることができます。以前にもこれの作り方動画載せてます。概要欄にリンク貼っておきますので、これはフレーム4枚使ってます。もっと奥行きのあるケースを作りたいって時は、このポップコーンのケース、これは奥行きを出すためにバルサを切って作ってます。これの作り方も概要欄に貼っておきますので、作り方はだいたい一緒です。よかったら動画見てみてください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。